ちょっと前の動画でファイナルバージョンとして紹介をしていましたが、新しい方法を思いついたのでコンパクトカスタムバージョン5になりました。完成したサイズは幅68センチ、高さ42センチ、奥行き28センチ、3辺合計138センチ。ペダル、スタンドなし重量で 9.5 キロなので、純正 K3 の 1.7 キロ増加になります。ここからフロントキャリアアダプター、センターケージバッグ、ダブルレッグセンタースタンド、リアキャリアを盛り付ければ、見慣れたうちの K3 の出来上がりです。フロント内装変速を使って8速化は維持したまま、主に変更したところはハンドル周り、フルホーンバーや縦置き用の DH バー、社外製脱着式のハンドルポストを取りやめて、純正伸縮ハンドルポストと日東製の B206 を使用しています。伸縮ハンドルポストのインナー部分を5センチカットしていて、最長サイズで乗車ポジション、最短サイズで折りたたみの干渉よけの役割を持っています。ちなみに K3 純正のパンドルポストと比べるとこんな感じ。ハンドルポストの角度が17度から12度に変わって垂直気味、長さが 420mm から 390mm ぐらいに短くなっています。ハンドルバーの曲がりに合わせてブレーキレバーを配置していますが、ポジションと折りたたみの干渉よけの妥協の結果、こんな感じになりました。ハンドルポストの折りたたみは純正 K3 とは違い、車軸の上にハンドルバーが配置されるようになります。バーの軸線上に固定のマグネットがあって通常は干渉しますが、ハンドルバーの曲がりがいい感じに干渉を避けています。これで畳むとタイヤの2点とバーエンド、シートポスト下のいずれか3点の設置で横置きができるようになります。折りたたみサイズと作業性を優先してバージョン4系統の自立縦置きができなくなっていますが、ダホンの折りたたみに準拠した形で小型化が成功しました。小型化でちょっと困ることは良いサイズの輪行袋がないこと。今回はさらに小さくなったことで IKEA のフラクタトロリーバッグが使えるようになりました。畳めばペットボトルより少し大きいぐらいで重さは 180g。 黄色い IKEA の文字がなかったらブルーシートで包んでるようにしか見えないところが難点です。バージョン4の時に使えないか実験したことはありましたが、サイズの大きいブルホーンバーが端にあったことでいろいろ外さないと入らなかったのですが、今回はフル装備でジャストサイズになっています。このバッグ最大の利点は最大荷重 25kg で背負える構造なこと。過去に K3 を背負うことは試していましたが、背負うバッグが大きくて畳めなかったり、取り付けに手間取りすぎるなど実用的ではありませんでした。小型化が進んだことでやっと K3 を背負って運ぶ輪行スタイルが完成したと言えます。あとは試走と積載、近場で輪行を試して実践投入という流れですが、今回はここまで。最後までのご視聴ありがとうございました。